皆さんこんにちは。ココイストアートディレクターの内海真澄です。今日はですね、春ということで、僕春のイメージ、ちょっとミツバチが飛んでるイメージがあるんですけれども、ミツバチが飛んでるような様子を、お砂糖菓子、シュガーでできた、お菓子のようなイメージでアートを作ってみました。今日はこちらのアートの解説をしていきたいなと思います。よろしくお願いします。今回メインで使っていく商材がこちらの5色プラス、ノンワイプアクセサリーボンドの白色、新商品になるんですが使用していきたいと思います。はい、それではこちらチップにベースジェルを一度塗りした状態になってます。こちらに、ベースカラーで使用していくのがこちらの2色 E45 番ソーダクリームとE96 番ソーダバブルガムのこの2色を使っていきます。どちらのお色が、先にお爪にのせていただいても大丈夫なのですが、僕はちょっと明るめのデザインにしたいのでソーダバブルガムを先にのせていきます。チップに対して少しランダムにお色をのせていただいて、最初にのせた色と違うもう片方の色をこの隙間に入れてぼかしていくという形になります。こちらの工程はライトで固めずに一気に行っていきますので、デザインを作りながら時間も短縮することができます。こちらのせていっているお色が E の45番ソーダクリームになります。こんな感じですね。今お色がちょうどランダムにちぐはぐに乗っている状態になります。ここから、境目をぼかしていくのですが、今色がこの上に乗っている状態でぼかす側ですね、最初に筆を置いた部分から、色を引きずってくることになるので、ソーダバブルガムの方から引きずるとこの濃い水色が面積的に多くなるし、この淡い方ですね、ソーダクリームの方から引っ張っていくと淡い、デザインの仕上がりになるので、デザイン的にどういったものをその時やるかでどちらの色から混ぜていくかっていうのを決めてもらえるとデザインに差を出すことができます。僕はちょっと、今ソーダクリームのちょっと面積が多いのでソーダバブルガムの方から色をちょっと引っ張っていきたいなと思います。ちょっとこう叩くようなイメージで混ぜていただいても結構ですし、この表面を少し触ってうねうねとなじませるようにぼかしていただいても大丈夫です。ただ、ランダムにちょっと混ぜていきたいので、全てがこう縦向きに混ざるというよりかは、縦に混ぜたらちょっと横に混ぜたりとか、そういった形で、混ざっていく向きっていうのを変えてもらえるとデザインに動きを出すことができます。こちらはベースのこのデザインを一度で仕上げていくので、あまりにもたくさんカラージェルをのせると硬化すると硬化不良が起きる場合もありますので、ベースの地詰めの色ですねが隠れる程度の量にしておいてください。で、今こうランダムに混ざった状態で、もしもうちょっとこっちの色が欲しいなっていう場合は少し足していただいて大丈夫です。それではこちらで LED で20秒 UV ライトの場合は60秒効果をしていきます。はい、それでは次の工程なのですが、こちらのぷっくりした部分に使っている、素材ですね、ノンワイパーアクセサリーボンドのホワイトを使っていくのですが、ここの中に使っているので、白色、黄色、そしてこの蜂蜜のちょっとオレンジがかった山吹色、この3つの、素材というのを先に用意してからアートの方に入っていきたいと思います。はい、ノンワイプアクセサリーボンドなのですが、こちらのように置いても時間を置いても角が
立った状態ですね。山が崩れないようなもっちりとした素材になってます。今こちらに3つ出しています。こちら白色、こちら側が黄色で、こちら山吹色にちょっと彩色をしていきたいなと思います。彩色に使っていくのがこちらの2色 E の36番ディープパパイヤと E の 237S ロッソレッドグラスですね。はい、このようにですね、白色の隣に、ディープパパイヤ、白色の隣にディープパパイヤとほんの少しのロッソレッドグラス、こちらを混ぜて色を作っていきたいと思います。はい、ただいまですね、お色を混ぜた状態がこの状態になります。で、一気にこうのせた色っていうのをわーっと全部混ぜてしまうとすごく濃くなってしまったり、薄かった場合は足せば別に大丈夫なんですけど、濃すぎないように、端っこから色を全部混ぜるんじゃなくて、必要な分をちょっとずつ内側に巻き込みながら混ぜてあげると失敗っていうのも少ないかなと思います。で、もし濃かったら、白を少し足してとかっていう感じでうまく調色をしてください。で、今からちょっとぷっくりしたアートをしていくのに筆にね、ジェルのまとまりを取っていくので、あんまりこうフラットにドバッと広がってると筆にジェルが取りにくいので、できればこうスパチュラとか爪楊枝とかでも結構なんですけれども、こんな感じでこう山がある状態までジェルを寄せてあげるとジェルの塊っていうのを取りやすいのでトライしてみてください。はい、ジェルを寄せるとこんな感じの状態になります。そしてこちらライトで固めた、こちらのベースアート、こちらの上に早速アートをしていきたいと思います。まずですね、最後に蜂蜜、この垂れているトローンとした部分ですねを作っていきたいので、蜂さんをどの辺りに配置するか、今回は爪先が僕側に向いてるんですけれども、これがお客様側から垂れているのがこう先端になっている場合は、逆からちょっと描いたりとか、あと立てて描いていただくっていう形にはなるんですけれども、どちらのデザインでも先にこのメインとなる蜂さんをどの場所に配置するかっていうのを決めてからアートを進めていくとやりやすいかなと思います。で、あまりにですね、例えばこの鉢を上の方に描きすぎたりすると蜂蜜の部分を垂らすスペースがなくなってしまうので、真ん中よりちょっと下ぐらいの方がやりやすいかなと思います。で、この飛んでいる跡、このステッチのような線も一緒に入れていきたいので、ちょうど真ん中に描くっていうよりかは右か左か、左か右かどちらかにこの鉢を寄せてあげるとアートのバランスが取りやすいかなと思います。では早速アートしていくのですが、今回僕が使っていくブラシがこのニードルライナーですね。もうこれめちゃくちゃ愛用してます。もう3本目ぐらいかな。とにかくね、筆先が細くて柔らかくて、細いラインアートにも対応できるし、こういったまとまりジェルの雫を取ったりとか、またそのジェルを置いた後に細く伸ばしていくっていう作業にもこのニードルライナーはすごく使いやすいので、皆さん、お持ちじゃない方はぜひゲットしてください。では先に、蜂さんから場所を決めていきたいので、この山にブラシを入れて刺していただいて、ちょっとくるくるするようなイメージでどれぐらいジェルが欲しいかっていうのをまとまりでちょっと大体の分量をまとめておきます。くるくる。そしてジェルのまとまりがしっかり目分量でこれぐらいかなっていうのを分けることができたら、ちょっと下の方からすくうようにぐっと持ち上げます。でくるくるまとめておかないとこの筆のね
全体にジェルがドバーってつくと置いた時にこのジェルの塊がチップに移りにくいので、できるだけこのたまりっていうのを筆先の方に溜めるように意識をしてください。はい、ではこちらですね。今日は、この辺りにしてみようかな。ちょっと下の辺りにポンと置きます。でポンと置いたら、この表面張力分かりますかね。ジェルのこのプニュプニュする感じの表面張力をうまく利用して、まん丸というよりかはちょっと俵型、丸を横にペチャッと潰したような形に置いていきましょう。もうちょっと横に広くてもいいかもですね。ちょっと広げますね。でジェルやっぱりちょっと厚みのあるものなので、上だけこう触って広がったように見えても、実際のこの端っこっていうのは広がってなかったりするので、やっぱりこう表面張力で少しずつ面積を広くしていく。で表面張力で、この形っていうのを整えていってあげる方が、バランス、アートのバランスが取りやすいかなと思います。でちょっと広げて少しボリュームが足りなくなったなと思ったら、またこちらのパレットから少しジェルをくるくるくるっと必要な分だけを下からすくって、この鉢の上に足していってください。こんな感じですね。こちらで、一度ライトの方に入れていきたいと思います。こちらのノンワイプアクセサリーボンドの白色なんですけれども、色がついてるのにもかかわらずとっても効果率がいいので、色を混ぜたりしても中までしっかり固まります。はい、ただいまこちらのこのような状態になってます。そして次ですね、鉢の羽の部分を作っていきたいので、今回白色を使っていきます。白はですね、羽自体そんなに大きくないので、体ほど大きいものでなくて大丈夫です。小さなたまりをすくうように、ちょっと少ないですけど取っていただいて、上の真ん中の部分ですね、右左にちょっと分けて、ちょっと高さのあるドットを2つ置いていきます。描くというよりかは、ジェルを置いた時の表面張力でこのドットを打っていく。で、こう糸が引くものはくる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 っと回しながら糸をうまく切ってください。そしてもう一つの方も白色を少量取りまして、この隣にもう一つのドットを打っていきます。でこれもし同時にやってくっついちゃいそうで怖いなっていう方はこの後の工程を合わせて説明したいんですけれども、片方ずつ、やっていただいても大丈夫です。ただ少しねくっついてるぐらいの方がお砂糖菓子っぽくて可愛いので、はい、ただいまねドットを2つ打てた状態になります。これを鉢の体の向きの方にかけて少し先を伸ばしていきます。この羽の部分を少し体にくっつけます。こんな感じ、ちっちゃいハート作ってる感じですね。こんな感じですね。これで鉢の体に羽をつけることができました。はい、では一度にこれで硬化をしていきます。はい、次はですね、いよいよこの山吹色の蜂蜜の部分をアートしていきたいと思います。結構この蜂蜜の部分の高さが
出ていないと最後にマットコートをかけた時にちょっとデザインというかしっかりとぷっくりさせておかないと高低差が出ないので、せっかく凹凸を出した意味がなくなるというか可愛さに欠けるデザインになるので、蜂蜜はしっかりと高さを出していきます。なのでねちょっと量も多めに作ったんですけれども、先ほど同様ですね、くる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 っと回していただいて必要な分をちょっと寄せてきます。こんな感じですね。そして下から一気にすくうように取ります。そうするとこうたまりがね取れます。で、今回は、チップの上側爪の根元の方から垂れているようなデザインにしたいので、そうだな、ここにねスペースがあるのでしっかりこの縦の部分に大きく垂らして、この辺りに少し上から垂れかかっているような状態でデザインをしていきたいなと思います。なのでこの下の辺りにちょっとドンと蜂蜜のたまりを置きます。よいしょ。でこちらのジェル、色を混ぜても結構しっかりとねこうもっちりしているので、今こちらを置いた状態で、2つ目3つ目ってこうドットを進んでいってもほとんどこう流れるような気配がないんですね。なので一気にアート進めてねいただけると思います。よいしょ。ちょっとこの辺りにプリンとちょっと高くドットを置きます。こんな感じ。はい、じゃあ3つ目もこの辺りに置いていきます。よいしょ。こんな感じですね。で、こちら必要な大きな雫の素を置きましたら、少しねパレットで筆を整えていただいて、このたまりからゆっくり上に向かって雫が垂れている線ですね、雫のこの元から上に向かってスーッと引っ張っていきます。でこの時にやっぱりニードルライナーのこの筆先の柔らかさっていうのがすごく活かされる作業になります。このあんまりね頂点からぐっと引っ張るとこの丸ごと移動してしまってこんな感じで膨らんでるとこ細いところっていう差が出にくくなるので、全体を引っ張るっていうよりかは少し筆になじませたジェルを優しく上に引っ張っていく。こんな感じです。で、こっち3つ目ですね。ちょっとカーブに差し掛かると外側行っちゃったり内側行っちゃったりちょっと難しいので、しっかりこのね縦方向の向きを見ながら上に向かってまっすぐ引いていきます。この爪のカーブに差し掛かるとちょっとバランスが難しいですが、しっかりと上から見た状態のバランスを保ってください。外側に行ったり内側に行ったりしないように。で今ねここのラインちょっと重なってたりするんですけれども、これはこれでね蜂蜜が垂れているリアルな感じが出るので、置いといて大丈夫です。でもし薄い場合はもう少し雫の元から上に少しずつジェルをずらしていきながら色のしっかりついた垂れている部分を作ってください。そ
そしてですね、今からこの間の蜂蜜をつなげていきたいなと思います。はい、ではまた筆にですね、ジェルのたまりを取ったら、もうこれはね、簡単です。まずこの間のラインをちょっとこう簡単につなげていきながら、主役のね、やっぱり雫たちはこの子たちなので、それよりも主張しないようにこの間を詰めていきます。少し垂れてはいるんだけれども、主役はあくまでこの大きい3つだよっていう感じでつなげていきます。ここら辺はちょっとつなげちゃいましょうかね。よいしょ。で、蜂蜜なんですけれども、あくまでやっぱ上から下に垂れていくちょっと半液体というか流動性のあるものなので、横にこう動かしたりなじませたりした後はちょっと縦向きにジェルを調節していただいて、この液体が下に垂れているんだなっていう動きをちゃんとジェルにつけてあげて固めていってあげてください。こんな感じで硬化をしていきます。シュガーの土台ができたところで、今からマーカーズラインの黒色 ML02 ですね。で、蜂さんの体の模様と、それからこの点線ですね、飛んでいる跡っていうのをアートしていきたいなと思います。こういったライナーのジェルを使う際は必ずね、リングパレットだったりこういったパレット類にですねちょっと出していただいて、筆にねしっかりなじませてからアートを行うようにしてください。ここでねしっかり筆へのなじませが不十分だとジェルが途切れてしまったりとか、あとはね先が変に尖ってしまったりちょっと使いにくい感じになるので、アートをするときはしっかりとジェルをなじませてから使います。はい、まずは蜂の縞模様からいきましょう。どっち向きにしようかな。こっちに目を持っていきたいので、だいたい真ん中目をね打つスペースだけを残しておいていただいて、だいたい2本線ぐらいは黒い線が欲しいですね。しっかりとなじませたら、このニードルライナーの筆の柔らかさを生かしながら、よいしょ、こういうね蜂のカーブに沿わせながらラインを引いていきます。ずっとね真上から見た状態で描くと結構難しいので、一部分が描けたらちょっと回転させて、一部分が描けたらちょっと回転させて、で、上から下に描いてたのを次は下から上に描いたりっていう方法でも大丈夫なので、ここのラインをつなげていきましょう。ラインを引けたら中をちょっと色塗りしていただいて、こんな感じで1本目のラインを引くことができました。では2本目のラインにも行ってみましょう。はい、それでは2本目のラインも、端のラインがつなげられたら、次は少し爪を傾けて自分が描きやすい位置に
8のこのカーブを持ってきます。で真ん中もつなげられたら、またちょっとチップを傾けて、チップというか爪ですね、爪の角度を変えていただいて、端っこまでちゃんとラインがつながるようにアートをしていきます。下から上に、下から上に。そして縁取りができたら中を塗りつぶしていきましょう。2本引くとこんな感じになります。では命を吹き込んでいきますよ。こちらにハチさんのお目目をちょんと、大きさはねちょっとお好みの顔のイメージに合わせて変えてあげてください。いい感じ。ちょっと今回8少し大きめに描いたのであまりこう描くスペースはないんですけれども、お尻からブーンと飛んでるような跡を描いていきたいなと思います。お尻から始まってこのステッチを、ちょっと無理やりになりますが、こんな感じで蜂が飛んだ跡を描いていきます。ちょっとこうカクンってなったのでね、だいぶすごい急なこう U ターンになりましたけれども、ちょっとスペースがあると、こんな感じで、緩やかにちょっと U ターンする感じになりますので、こういう風に波型に描いてもらってもいいし、くるっと一回転させてもらっても可愛いと思います。でここまでできたら、硬化をしていきます。はい、では今硬化が終わった状態で、このままの状態だとすごくツヤツヤしてるんですね。これ今から普通にコートで仕上げていただいても可愛いんですけれども、お砂糖菓子のようなマットな雰囲気を出していきたいので、最後にこちらですね、ココイストのベルベットマットノンワイプトップコートジェルを使っていきます。今回の注意点としては、できるだけ溝を埋めないようにしていきたいので、ボトルネックをうまく使ってジェルの量を少し調節していただきたいなと思います。で、あまりこういった溝の部分にジェルがたまるとどうしてもね、せっかく出したぷっくり感がなくなってしまうので、最後にねその部分を中心にえぐってしっかりと筆先でしごいてジェルを取っていくっていう工程をしていきたいなと思います。まずはねもうこう全体に塗っていただいて大丈夫です。こちら塗る際なんですが、ジェルがね入り込んでいない部分があると固めた後にそこだけツヤが残ってしまったりするので、最初はねしっかりと全体に隅々までこの隙間まで行き渡るようにマットコートをまずは塗ってあげてください。お客様のねお爪の場合は、キューティクル周りはこうやって丁寧に詰めていく形になります。外側にね流れてしまわないようにだけ注意をしてください。でこちら今全体に塗れた状態で、ちょっと溝の部分にジェルが溜まっているので、しっかりとボトルネックでジェルをこそいで、いらない部分のジェルをしっかりと拭います。ちょっと圧をかけながら筆先でしっかり
はい、今割としっかりジェルをこそいだ状態になるんですが、光をねこうやって反射させてしっかり溝があるかなっていうのを確認して、これで大丈夫だなとなったらしっかり固めていきます。こちらのベルベットマットノンワイプトップコートジェルなんですが、LED では30秒で UV では60秒の効果になるんですが、ちょっと長めに固めていただいた方がいいかなと思います。というのもジェルの量がねかなり少なく、塗布しているので、しっかりと固めていただいた方が薄くても、マットの質感が楽しめるかなと思います。で少しマットの部分にムラがあるなだったりとか感じるときはエタノールを含ませたキッチンペーパーやワイプなどで軽く拭くと解消されることが多いので試してみてください。はい、このような形でアートが完成いたしました。こういう垂れている雫のようなアートだったりっていうのは、こういう春の蜂蜜だけに限らずバレンタインのチョコレートだったりとか、ハロウィンだったらちょっと血みどろなアートだったりとか、いろんなところで活躍する、技法だなと思いますので、季節ごとに、合わせて形を変えて楽しんでもらえたらなと思います。今日はご視聴いただきありがとうございました。新商品もよろしくお願いします。内海ますみでした。